松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんですか？今日はですね、吉永林業さんの気心さんとですねコラボレーションした板がやっとできました。で、試行錯誤しながらいろいろ作ったんですけど、これでいこうかというのが決まりましたんで、それを紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こういったですね、板とりあえず2種類作ってみました。作るようにしました。はい。大きいやつと小さいやつ、オンリーワンでして2つとして同じものがないような感じなんですよね。くるから村のチャンネルの木の職人吉永林業さんの映像を見てもらうと分かるんですけど、この作りがむちゃ凝ってるんですよ。はい。で、むちゃ丁寧に作って、作業を見るだけですね、もう私絶対できないと思うぐらいの細やかさで作っておられます。はい、むちゃくちゃ手がかかっておりますので、それをですねうまく使ってですねいい作品を作りたいと思っておりますので、それを今日どうやってこれを使うかっていうのを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、山から出した木を切ることから始めて、それで今度は薄く切るんですよ。切る作業ももうプロしかできないっていうような形ですよね。で、それをまずは切ってから形作って面取りしてから、それから磨くんですよね。磨いて、その後に焼いて、それをまたこすって拭いてですね、でその後にすぐ腐らないようにワックスをかけられるんですよ。で、水はじくようにですね、そういってむちゃくちゃ手間がかかってこういうのができているというのを、先に紹介したいと思うんですよね。で、ここのこもった一つ一つ手作りの作品ということで、紹介したいと思います。今日これをどう使うかを今からやりますんで見てください。で、これがですね、デンドロビウムのフェアリーレッド&ホワイトの親株の2番というやつです。これを半分に切ってから次の焼き板につけようと思っております。それをちょっとやってみますんで、これ色が分かっているからですね、映像を見ながら出来上がりの作品も紹介できるかなと思います。で、後ろ止めてる、アルミ線を切ります。切ってから剥がします。これもですねつけて3年ぐらい経っています。3年ぐらい経ったらこんな感じですね。で、ちょうど株分けすることによってまた次の根の張りも良くなりますんで、それも含めて半分に割って、新しい作品を作りたいと思っております。で、このはみ出た根っこはもう切ります。パチパチ切ります。古い根っこはですね板につかないんですよね。それも含めて切ります。で、これを半分に切っていきます。ザクザク切っていきます。中に三郷町の裏間の備長炭を入れてるんで、この成長も良かったのかなと思いますけれども、それが入ってるからですね、なかなか真っ二つにバサッと切れないんですよね。で、今ですね新しいバルブが出かけています。はい、これがあんまり伸びないうちがいいということで、もありますし、今がちょうどその時かな。でも気をつけないとそれがポロッと折れるんですよね。最後のところできる時はハサミを使わずに剥がそうと思ってるんですけど、なかなか頑張ってますね。うまく大体半分に切りましたね。はい、じゃあこれをつけていきたいと思います。で、先ほど紹介した通り一つ一つ顔が違うというところですね。節があったり割れ目があったり、これが自然な感じで、今回はですね穴もちゃんと開けてもらってつけやすくしています。はい、基本的に穴を開けて出荷できるという形ですね。微角質にも対応できるし、他のやつにも対応できるような感じ
でうちのやり方はですね、ビカクシダのようにこうつけてぐるぐる糸で巻くというやり方じゃないんで、すぐ簡単にこうつけることができます。うちはこの 1.5 ミリのアルミ線を使います。半分に切ったやつをですね、頭方からちょっと刺していきます。株元あたりをですね、株元あたりを刺して、こういう感じで4箇所から出します。で正面はこういう感じで、極端にも目立たないからこんな感じでいいのかな。でこれをですね、いいようにこう開けてありますんで、バランスが取れる穴に差し込んでいきます。こんな感じ、こんな感じです。こんな感じです。で差し込んでいきます。はい。アルミ線をですね締め込んでいきます。で正面向いてちょっとバランスを見ますね。ちゃんとしてるかどうか、ちゃんと正面向いてるかどうかを確認します。後ろでねじ込んでいきます。これ引っ張って回しますね。引っ張って回す、引っ張って回す、引っ張って回す、で押し込む、引っ張って回して押し込むっていう感じですね。これでグラグラがなくなりました。グラグラがなくなって安定したところで、この端っこに出ているところをカットしていきます。でこの切ったところを内側に押し込んであげますね。これで大丈夫。はい、こんな感じですね。こんな感じで出来上がります。裏もですねすっきりしてます。こんな感じです。これにですね引っ掛ける用の金具を通す穴が開いています。こういった鉄の棒ですね。鉄の棒を通して後ろで L 字状に曲げてあげます。L 字状に曲げてピタッとつくような感じですね。ピタッとつくような感じで、これから折り込んでいきます。引っ掛けやすいように曲げていきます。でもう花が終わったんで、でもこれから新しいバルブが出てくるから、9月までこれが伸びていきます。どんどん伸びていって、夏は本当に観葉植物としていいんじゃないでしょうか。焼いた板がですねすごく綺麗なんで、自然味があるからちょうどいいのかなと思うんですよね。インテリアとしてもですね。梅雨ぐらいから根がどんどん張っていきますんで、根の動きも楽しめます。バルブの太りも楽しめるし、根の動きも楽しめるという形ですね。はい。これが一つのやり方です。もう一方ですね、半分に割ったもう一方、これもつけていきたいと思います。1株2つに分けてつけてみました。でもう花後にこんな感じです。普通はこれでみんな
一息ついて、もう今年おしまいというような形だと思うんですけど、これはですね今から始まりっていうような形ですよね。で今から葉っぱが出てきたバルブが成長して9月まで成長して根っこがどんどん出てくるのがむちゃ本当に面白いというか楽しいというか見てですね、感動できるんじゃないかと思うんですよね。そこら辺を皆さんも楽しんでもらえればいいかなと思っています。はい、でこれはですね、東海のベランダにですね飾られるように、本当にギフトだけじゃなくて贈答だけじゃなくて自分たちで楽しめる園芸をホームユースで楽しめる園芸を目指しているところの一つになるかなと思うんですよね。ベランダで楽しめるデンドロビウム、寒さにも強くてですね、凍らせなければ、もう年中楽しめると言っていいかなと思うんですよね。クオリティが上がりましてですね、吉永林業さんのおかげでこんな素晴らしい焼き板ができましたんで、それとコラボレーションすることによって相乗効果で結構いいのが出来上がってくると思います。これの完成は来年だと思います。来年花が咲いてできれば再来年に完璧に仕上がるかなというところで 1,2 年かけていいものを作っていこうというところで考えておりますので、長い目で見てやってもらってですね、でこれが欲しいという方は、これでもいいという方はですねもう販売もできますんで、今から自分でそうやって見るわという方はですねまた、クレカラ村のチャンネルの方をチェックしていただいて、よろしくお願いします。でこれはですね、もしよりなければずっと継続して撮影していきますんで、これがどうなったかというのもこれから楽しめるかなと思います。皆さんと一緒にですねこの成長を見守ってもらえればいいかなと思います。こういうものができますんで楽しんでください。今回は2種類作っておりまして、40センチタイプと20センチタイプというのを作っております。でも大きさちょっとバラバラで少しずつ大きさが変わってきますよね。そういうのはご了承してもらいたいと思います。今度は小さいやつをどうやって使うかっていう形で紹介したいと思います。リンドレーのいい株が手に入りました。でそれをですね、くっつけて小さい方にくっつけて楽しむというやり方をちょっと紹介したいと思います。苔玉はですねちょっと中の方にベラボンを入れてマグアンプ入れて苔で巻いて苔玉を作ったという形です。こんな感じですね。穴がいっぱい開いてますからね、ちょうどいいところに差し込んで、穴があることによって通気性も良くなるんですよね。でここに根が噛んできてもう取りづらくもなりますからね。でこれで締め込んでいきます。で今回はですねちゃんとブランド名の気心という焼きロゴが入っておりますので、気心、はい、ぜひ応援してください。やっぱ物が乗ると全然違いますよね。いや違いますね。でシンプルな付け方で簡単に付けることができます。はい、四隅を止めてもうこれで動きません。あとは頑張って根を張って葉っぱをバルブを大きくしてねっていう感じですね。はい、こういう感じで出来上がりました。こういう感じですね。かっこいいですね。いいかなと思いますけどね。これがですね大きいやつにつけたやつです。ちょっとバランスも変わってきてこんな感じできれいにつけることができます。もう今から外のベランダで管理してやるとちょうどいいと思いますんで、家の中じゃない方がいいと思います。家の中じゃ光量が足らないんで、できれば外のベランダに吊るして育ててみるといいかなと思います。小さい板の使い方としてこういうのもあります。はい、ピラルディの苔玉をですね、板につけました。ビカクシダもですねもうつけてみました、板にですね。でこういう感じで、小さめのベイチをつけてみたんですけど、板がかっこいいんで、はい、全体的にかっこいいかなと思うんですよね。普通のみんながつけている糸で縛るというやり方じゃなくて、私は、アルミ線で4箇所留めるという形になっていますんで、シンプルです。で苔もきれいに仕上がっていきますんで、こういうやり方も一つかなと思います。じゃあ松田さん質問です。はい。今ロディゲシが届きました。購入された方ですね。はい、で買ったものではなくて今持っているものはなぜか大きくなってくれません。はいはい、それどころかだんだん小さくなっていき元気に育ってくれません。はい、っていう、はい、お問い合わせが来たんですけども、それはまずどういう植え方をしているかが一つ
問題だと思うんですよね。板付けの場合ですね、やっぱり今から成長期に肥料をやることが大事になってくるかなと思います。そうですね、板付けの場合には結構ロディゲシや高めが出ますからね、それを上に引き上げて U ピンで止めるんですよ。そうすることによって、株がどんどん大きくなってくると思います。そういうので今年高めが出たやつはちぎって苗を作るんじゃなくて、上のバルブにこう差し込んでいくという形でくっつけていく方法でちょっとボリュームをつけてもらいたいと思いますね。はい。まず小さくなった原因としてはですね、肥料不足もありますし、ちょっと乾燥させすぎたのもあるかなとは思います。そこら辺で、ちょっと様子を見ていただいて、その現物を見ないとちょっと分からないんですからね、小さくなってくるということであれば、そういった高めを有効利用してこうまた株のボリュームをつけてやるというのも一つ方法がありますので、今年はぜひそれをやってもらえればですね、新たなこう高めからのバルブがどんどん出てきますので元気になるかなと思います。もう古いバルブはどうしようもないんで、これから出てくる新しいバルブをいかに育てるかの方をちょっと考えてもらって、肥料やり水やりをしてもらったらいいかなと思います。今からはですね、9月まで乾いたら水やるというやり方です。それとある程度明るいところに置かないとダメです。部屋の中でずっと過ごしていたらやはり株が小さくなる場合がありますので、ちゃんと太陽に当ててですね、できるだけ明るいところで、水と肥料をちゃんとやればですね、ある程度出てくると思います。今から成長期です。今までじっとしてたけど、今からうちのロディゲーションもですね、新しいバルブがニョコニョコっとこう株を出してきましたんで、それの成長を促進してやるというのが大事になってくると思いますので、頑張ってやってください。今からです、成長はですね。古いバルブはしょうがない。新しいバルブを成長してやることにちょっと力を使っていくということで、やってもらえばいいかなと思います。これピヤピヤさん、はい、この最初の方の質問なんですけど、今持っている響き、今回購入されたんじゃなくて、昔どっかから購入された響きですね、管理がうまくできず脇芽も少ししか出てません。これから花芽をつけるのに気をつけることがあったら教えていただけると助かります。そうですね、まずは肥料をやること、それとある程度明るいところに置くことです。今もですね、冬の間うちも花芽がある程度少なくなったんです。で葉っぱも少なくなりました。でも今この、5月に入ってから全然こう動きが変わってきました。花芽がポクポク出始めてですね、やはり夏の花だなと思っております。今から花芽が出てきますんで、葉っぱがもうちょっと少なくなるのはしょうがないです。結局花がつく場合に葉っぱが落ちてから花がつくっていうのが普通ですんで、下から新しいバルブが今から出てくると思いますんで、それをうまく育てて来年再来年のバルブを作ってやるというのも大事になってきます。まず肥料やりと水やりとできるだけ明るいところに置くというのが大事になるかなと思います。と水が大好きですからね、水と肥料と太陽をちゃんと与えていけばうまく育ってくれると思います。今からが成長期です。基本的にですね、6月7月に咲きますよということになりますので、そこら辺で、夏の花ということで管理してあげてください。はい。それともう話また戻るんですけど、今回の吉永さんが作った板、松浦さんの感想。いや、あれほどですね、手間をかけた動画を見たらですね、これはもうちょっと普通のやつと違うということで、こう皆さんもですね、こう見てもらうといいかなと思います。一回ですね、作業工程を見てもらいたいと思いますよね。私はもうずっと撮影してるんで口出しできないです。いやもうむっちゃ手かかってます。いや、几帳面な性格の吉永さんだと思いますね。もう完璧です。私だったらできません。切り込みも難しいし、プロじゃないとこんな感じでできないし。そうなんですよ。それとですね、磨きとかもう丁寧ですよね。とこの穴の開け方もう丁寧です。皆さんこの商品ですね、むちゃ心がこもって作られておりますので、ぜひ、購入して応援して、ください。今からですね、グルカラ村の方で販売の方もやっていきますんで、量産体制があんまりできないんで、早めに注文していただければぼちぼちこう出荷という形ができていくと思いますんで、それよろしくお願いします。一応ですね、試験的に今
20個ほど作ってもらいました。大きいの10個、小さいの10個ですね。お問い合わせしていただければ予約販売という形で、取り扱いできると思いますので、そこには問い合わせてもらえればいいかなと思います。本当に手の凝った作品です。はい。ここまで仕上げるのむちゃ大変です。でここまでクオリティを上げていくのはですね、職人技でしかないと思います。はい。普通の人はできません。もうそういった、手がかかって心のこもった作品だと思いますんで、ぜひ吉永人形さんのこの気心を応援してやってください。もううちもこうつけてですね、もう完璧な、付加価値のついたものを作っていきたいと思いますので、焼き杉の板よろしくお願いします。リンドレーの作品紹介をしますね。はい。これがリンドレーのもう5、6年経った株です。はい。を板につけました。板付けでこういう形で、もう花がですね、もう2分咲き3分咲きっていうような形になったんで、もう株分けしてこうつけたんで、花はそんな長くはないと思うんですけれども、これでいいっていう方はまた問い合わせていただければ対応できると思います。大きいバルブが育っておりますんで、これぐらいのバルブだったら来年もこううまく咲いてくれるんじゃないかと思います。今年は結構咲いてくれました。これがですね、リンドレーの板付けの1番というやつですね。この作品はですね、今年つけたんで、仕上がりは来年だと思います。で今年株を分けて、こういう形でこうある程度水苔を落として、それにベラボンをちょっと加えて、白縄で巻きました。それに配合をつけてから、それで白縄で巻いたっていう作り方をしております。はい、こういう形で、仕上がりはですね来年になると思います。これに根が張ってこう綺麗にまたつぼみが出たぐらいでまた案内できるかなと思っておりますんで、仕上がりはもう1年しっかり作り込みます。こういう形ですね。薄っぺらに仕上げました。で、これでもいいという方はですね問い合わせしていただければ対応します。はい、これがリンドレーの板付けナンバー2ですね。2番です。これがリンドレーの板付けの3番ですね。これがですねリンドレーのフーガという名前付けた板付けですの1番。これはリンドレーの流木付けの1番ですね。これはもう5、6年経ってるやつですね、つけてから。すごく株ができてますね。しっかりこれはついてます。これはリンドレーの板付けの台の1番です。むちゃくちゃ株がでかいです。親株じゃないんですか？もう親株にしたいぐらいですね。こんな株多分日本で販売してる人はいないと思います。はい、今までちょっといろいろ視察に行ったけど、こんな株は売りに出てるとこなかったですね。はい、それがこれです。これはですね、ちょっと苗をくるんでつけたばっかりなんですよ。でこんな状態、これは割ったらですねちょっと花の寿命もちょっと短いんで、これは苗を割らずにこうくるんでつけたばっかりですので、そこ辺はご了解の上ということでお願いいたします。はい、でもこんな株はなかなかないんで、なかなか手に入らないと思います。
そんな感じで株ができていますよね。これがですねベイチーの板付け、フーガって今名前つけたんですけど、ベイチーのフーガっていう形ですね。吉永林業さんが手作りで作ってくれた焼き杉板をベースに使っております。はい、綺麗に仕上がっておりますんで、もう苗はですねベイチーなんで、こんな感じです。でもこれつけたばっかりだからですね、今から成長期に入ってどんどん太っていくという形ですね。こういう感じでつけております。1、2年後にどんどん株ができてくるというやつですね。